今回の動画は副業で Uber と出前館のデリバリー歴3年、配達件数5000回以上、満足度 100% の僕がデリバリー初心者やバイク稼働中の配達員におすすめしたいアイテム15選を紹介します。これからデリバリー始めたい方、バイク配達に興味があるけどどんな装備があればいいのか悩んでいる方はぜひ参考にしていただければ幸いです。またバイクの装備だけでなく今まさに必要な防寒対策の服装やあると便利な小物も紹介いたします。こんな便利なアイテムもあるよなどのコメントもお待ちしております。今後も都内配達の稼働風景や稼働結果を動画投稿していきます。今回の動画が参考になった方はグッドボタン、もっと Uber や出前館、副業デリバリーについて知りたい方はチャンネル登録お願いいたします。画面右下にチャンネル登録ボタンがありますのでぜひ登録お願いいたします。それでは効率アップができるおすすめアイテム15選を紹介します。ハンドル周り紹介していきます。スマホホルダーですね。帰り屋製のスマホホルダーになります。このスマホホルダーは、置くだけでワンタッチでロックができて、もう僕が1年以上ずっと使ってますが、スマホが外れたことは一度もないです。また C 充電もできるので稼働中にスマホのバッテリー切れになることもありませんでした。特にこのQi充電をつけようと思った理由なんですが、雨の日稼働してた時に普通の差し込み口タイプの普通の充電タイプだと少しでも雨に濡れたりとかするともう充電ができなくなってしまって、稼働ができない状況になっていたのでQi充電タイプのスマホホルダーにしました。逆に悪いところと言いますと、Qi充電ができるタイプだと価格が4000円以上してスマホホルダーの中でも高価で手が出しづらいと思います。ただ毎日稼働したりとかする人たちはもうやっぱQi充電がついてて簡単に充電ができるってことで、途中コードを抜き差しする手間がなくなったり、途中電池切れの心配などがなくなるっていうことがなるのでとてもおすすめします。このスマホホルダーの、悪いところ2つ目なんですが、 iPhone 13 Pro など使ってるとカメラの出っ張りが、大きく、ここがこのケースなんですが、ケースが本体のこの部分に当たってしまって、ボタンがうまく押せなくてこのロックがうまくいかないことがあります。ただ僕は今見てわかる通り真ん中に何かついていると思いますが、これダイソーで買ったルアーなどにつける目玉シールですね。ボタンの高さを高くしてあげることでボタンを押しやすくなり、簡単にロックできるようになりました。この通り簡単にロックできます。また最新型の、帰り屋のスマホホルダーだと、手裏剣っていうタイプなんですかね。そちらですとちょっとこの後ろがコンパクトになっていて iPhone 13、iPhone 14 Pro のようなカメラの出っ張りが大きいスマホでも対応するっていうことなので、今から買うんであればそちらの方を買ってもいいかもしれません。ただ、以前の古いモデル使ってる方たちは、ボタンが押しにくいっていう不具合があるようでしたら、こちらの目玉シールダイソーで100円で売ってますので、ぜひ、試してもらえればなと思います。Qi充電なんですけど、悪いところはスマホケースを選ぶところですね。多分皆さんスマホケース何かしら装着してるとは思うんですが、分厚いタイプだとQi充電やっぱ届かなくなってしまったり、間に金属が入ってるようなタイプ、それでもQi充電できなくなってしまうのでケースを選びます。ケースはもう薄型のものしか付けれないです。ちょっと価格も高いですし、他のスマホホルダーでも代用が効きますが、個人的にはもうこれがすごく気に入ってるので、おすすめ度は星5です。皆さんもぜひ使ってみてください。続きましてハンドルカバーの紹介していきます。大阪繊維素材ネオプレーンの防寒防水ハンドルカバーです。こちらのハンドルカバーのいいところは手に直接風が当たらなくなるので指先などが冷えてしまって稼働できなくなってしまうこともあると思いますが、こちらがあれば、ずっと稼働できています。あとは防水などもついているので、冬場ほとんど手が濡れることもなく稼働できています。続きましてこのハンドルカバーの、悪いところを紹介していきますが、確か去年の11月ぐらいに Amazon で買ったものなんですが、冬場だけしか使ってないんですが、使ってると日焼けして色が、初めは黒かったんですがだんだんなんか紫色っぽい色が褪せてきました。そんな高いものでもないんでまた新しいのを買ってもいいかなと思いましたが、僕の中では2年使ったら交換しようかなと思ってます。このハンドルカバー悪いところなんですが、手は抜き差ししやすいメリットがある分隙間がいっぱいあるので少しだけ隙間風を感じることがあります。そういう時は自分の袖などを入れてあまり風が入ってこないようにしたりします。あとはハンドルカバー自体割と見た目がダサいんでつけるのを躊躇する人も多いと思いますが、手が冷えて稼働できない、だからといって分厚い手袋をしてる人も多いですが、分厚い手袋をするとスマホの操作感などがとても悪くなって、去年ですね出前館の早押し状態だったんですけど、その早押しに手の感触が悪くて勝てなくなってしまうっていうことがあったので、どうしても素手でスマホを触るっていうことにはこだわってつけました。ハンドルカバーおすすめ度は、これもなくては冬稼働はできない。冬場だけは星5です。夏は外しちゃいます。続きましてハンドルのグリップヒーターがついてるんですよね。ハンドルカバー
外しますね。このハンドルカバーもミラーにこの紐で縛ってあるだけなので簡単に取り外すことができます。ハンドルカバーの中こうなってます。グリップヒーターこれですね。 PCX ホンダ純正のやつ使ってるんですが、このボタンを押すと、グリップヒーターオン、長押しでグリップヒーターオフ。大体はバイク乗ったらグリップヒーターオンして、でお店なりドロップ先で電源切ると、グリップヒーターも切れてしまうんで、また次どっか向かうために電源オンした時にまたオンしてます。グリップヒーター、冬稼働でなくてはならないものだとは思ってますが、 PCX 純正のこのタイプですね。細くてすごい握り心地はいいんですが、デメリットで結構知らない人も多いかと思いますが、ハンドルパイプに熱を取られてしまって、真冬の稼働時はマックスで使ってるのにぬるいぐらいにしか暖かくならなくなります。本来このグリップヒーターマックスで使ってると温度が70度くらいまで上がる設定になってるそうです。なので70度まで本当に上がると素手では持てないぐらい熱くなってるんですが、冬稼働はこのハンドルのせいで、グリップ自体がもうぬるくなってて期待外れな効果かなと思うことがあります。なので皆さんにもしこのハンドル部分の防風断熱ですねをどういう風にしてるかとかっていう参考になることがありましたら、どういう風にしてるのか教えてほしいです。これは PCX 純正で薄型コンパクトで良かったんですけど、本当に寒い冬に、ちょっとぬるいところまでしか上がらないんで、おすすめ度は星3までにしておきますかね。必須ではあるんですが他のを買った方がいいんじゃないかなと思います。続きましてレバーラップ、この部分なんですけどスポンジですね、この部分ですね、もうキンキンに冷えてるのでこれがないと冬おそらく指先冷たくなっちゃうんじゃないかな。これも安くて Amazon で1000円以下で売ってるんで、おすすめです。これコスパすごくいいです。おすすめ度はこれも安いんで星5で。続きましてアクセサリーをつけるためにこのバーですね、これやっぱおすすめです。ある程度長さがあるんでつけれる数も、多くなりますし、ベースがまっすぐストレートなのでつけたものは扱いやすくなります。普段みんなこれハンドルにつけてるんですけど、やっぱハンドルだとどうしても斜めになったりしてるので変な方を向いてしまったり、狭いスペースに無理やりつけたりすることになるので、ハンドルにつけるのも悪くないですが、できればこのアクセサリーつける用のバー、これを追加でつけてもらってここに取り付けした方がいろんなものの収まりがすごくいいんで、これもすごくおすすめです。これもおすすめ度、これも簡単につけれるんで星5ですね。あとこちらコンビニフックもついてます。PCX 荷物引っ掛けるところがないんで、こちらつけると、とてもいいです。これは他のものでもいいんで、星3ぐらいですかね。続きまして、USB 電源もつけました。こちら地位充電できない時にこちらから電源取り出して iPhone などを充電するようにしています。こちらもコンパクトですごい良かったんですが、プラス1000円ぐらいで2連の薄型のタイプがあったので、つけるならそっちの方が2つつけれるんで良かったかなと思います。ただこちらもついてると USB 電源結構便利なこともあるんで、スマホを充電したり GoPro を充電したり、モバイルバッテリー充電したり、他にも、夏場だと小型扇風機などもつけたりして、稼働していました。なのでやっぱ USB 電源がついてると便利です。 PCX には、こちらのカバーの中に、USB-C タイプの充電器が1つついてるんですが、こちらですと普段開けたままじゃないと外のスマホなどを充電できなくなってしまうので、こちらあんまり使うことがなくなってしまいましたね。ただこの中で、モバイルバッテリーなどを充電するぐらいでしか、使ってないです。それぐらい外についてる方がやっぱり便利なので、こちらの USB 充電口も、あった方がいいと思います。こちらもちょっと取り付けは、中の電気類を触らないといけないので知識のある方じゃないとできないかもしれないんですが、もし分かんない場合はお店に頼んでもいいと思います。これでハンドル周りの、カスタム的なところは、全部終わったので、次車体についてもカスタムしたところがあるので紹介していきます。PCX の純正ですけど、ロングシールドですね。こちらがあると、体への風は防げるので、長時間運転してると疲れがだいぶ変わるんじゃないかなと思います。ただこちらのロングシールドですと、顔への風は全く防げないんで、僕はこの小さいタイプのシールドもつけてます。これがあるとちょうど顔への風は防げて、僕はヘルメットをほぼ脱がずに稼働してるんで、圧迫感を減らすためにこちらですね、キャップ型のヘルメットを使用してるんで、このちっちゃいシールドがないと目に風が当たって、ずっと泣きながら稼働することになります。それが辛くて、購入しました。キャップ型のヘルメットを使ってる理由としては、やっぱり以前出前館で帽子が必要だったので、帽子の脱いだりかぶったりが面倒だっていうのがあったんでキャップ型を使用してます。ただ雨の日はシールド付きのヘルメットに変えたりもしてます。なのでこれは
悪いところはほぼないんじゃないですかね。こちらも高いんですけど、おすすめです。多分社外品でもいろんなのがあると思うんですけど、分厚さが全然違いますね、厚みが。あと透明感も非常に高いんでおすすめです。多分社外品のロングシールドだと半額の1万円ぐらいで買えるんじゃないかなと思います。あとは長さももしかして違うのもあって、社外品も考えてもいいかもしれませんが、純正品も悪くないです。おすすめ度なんですが、こちらのショートシールド、キャップ型のヘルメット、目にシールドがないって人にとってはもうこちら星5です。ただ普段皆さん大体もう目が痛くなるってことは分かってて、安全性も考えたりしてジェットヘルメットなどをかぶってて目に風が当たらない状態になってるんであれば、特にこれは必要ないんで、ジェットヘル使ってる方に関しては星1でいいと思います。こちらは風が体に当たらないと、長時間稼働しても疲れにくいっていうことがあるので、こちらのおすすめ度は星3です。やっぱ購入費用が高いんで、考えようですね。したらいいです。続きまして、バッグは自分こうやってトップケースに抱かせるようにつけてます。こちら抱かせてればもうほぼというかもう一回持ちたことないんで、バッグの使い方ですが、自分このレインカバーをなんとなくつけてます。商品詰めるとき、これがあると邪魔だと思う人もいると思いますが、右手で荷物持ってるとしたら左手で開けて、で右手で商品で、もし大きいもので蓋が閉まらないとしてもレインカバーがあれば上から押さえつけることができるんで、これで稼働してます。もう左手1本で、開けるのもできますし、別にそんなにタイムロスになることもないです。レインカバーない状態だともうマジックテープが結構緩くなってきてしまって、走ってる時風でパカッと開いてしまうんですよね。なのでこの開いてしまうのが嫌だったのでレインカバーをつけてます。バッグを半年以上使ってると結構皆さんマジックテープがボロボロになってきてしまって使い物にならなくなってしまったっていう方もいて、よく磁石でカスタムしてる方もいるんですけど、その磁石でカスタムするかのようにこのカバーをかぶせてしまうっていうのも個人的にはおすすめです。でこちらの防水カバーですね、これはあってもなくてもいいんで、星2つです。これは別にあってもなくても皆さんの使い方次第なんで、個人的に気に入って使ってます。続きましてバッグの紹介をしていきます。バッグの中こちらになってるんですけど、中、これですね、サバイバル保温シート、こちら使ってます。 Amazon で購入したものです。100均などでも同じようなものを売ってるんですが、全然やっぱ違いますね。 Amazon だと1枚300円ぐらいするのかな、そのぐらいするんですけど、作り自体が多分ビニール、アルミ、ビニール、ビニールで挟んであるんですよね。なのでとても長持ちします。逆にダイソーなどで売っている100均の安いシートはですね、アルミにビニール、アルミという風にビニールを挟み込む形になってるんですよね、アルミで。そちらですとアルミで商品を吸ってしまうのでアルミ色がついてしまったり、あとすぐちぎれたりして非常に使い心地が悪かったです。なのでサバイバルシートは何でもいいというわけではなくて、僕は Amazon で買ったこちらの300円ぐらいの商品をおすすめします。こちらで丼の横などを押さえてあげて、とにかく隙間を埋めるようにしてあげればこぼれることもなかったですし、保温性もあるので、とてもおすすめです。基本的にはこのスペースに商品を入れるようにしてるんですけど、場合によっては、形を変えて入るようにしてます。で隙間に詰める、こんな感じでバッグは使ってます。こちらのアルミシートですけど1枚300円ぐらいで、安くて長く使えるので、おすすめ度は星4です。他にタオルなど使ってもいいと思うんで、ちょっと1つだけ減らしました。でもとても自分は使い心地いいんで、タオルもありますがサバイバルシートを使うようにしています。続きましてトップケースです。で中身こんな感じですね。もう一個ちょっとシールド付きの今ヘルメットが入ってます。あとカッパも入ってたりしてますね。そんな感じです。こちらのトップケースはほぼ自分の私物を入れるようにしてるんですが、どうしてもバッグで今このように背中につけてるとお寿司やピザなど拡張ができないんですよね。拡張ができないので、もし入れれないってなった時、バッグよりこのトップケースの方がちょっと長さが長いんですよね。あとはバッグに荷物が入りきらないような大量案件の時、みんなわかると思いますが、びっくりドンキーで紙袋で4袋を渡されるとちょっとバッグの中に入らないので、バッグの中に2袋入れて、申し訳ないですがトップケースの中にも入れたりします。何か他のものでちょっと隙間を埋めたりして、あとはサバイバルシートで保温もしたりします。あとはピザや寿司もちょっと奥行きがバッグよりは長いので、この中に直接ポンと入れることができます。で今までトップケースでやっぱ稼働していてもこぼれたりすることはなかったので、奥の手ですけどトップケースつけるのが楽です。あとはバイク自体についてると、収納力がとっても上がるんでおすすめです。収納力が上がるだけじゃなく使い勝手がいいです。自分はメーカーシャットのものを使ってます。
シャッターのものだと、鍵を使わなくてもトップケースの開け閉めができるんで、使い勝手がいいです。盗まれて困るような貴重品はシートの下に入れるようにしてます。あとでも悪いところとしましては、周りが結構丸い形してるんですよね。そこの方なんかがみんな丸い形してるので、割と商品っていうか物を入れた時の安定感が少なくなるんで、しっかりカクッと箱みたいなものの方が使い勝手が良かったなっていうのがちょっと1個デメリットですね。ちょっとスタイリッシュじゃなくなったりとかして悪い部分はありますが、使い勝手が非常にいいです。荷物もたくさん載せれるようになります。PCX もシート下に荷物いっぱい載せれるようになってるんですが、やっぱ断然トップケースの方が使いやすいです。なのでこちらトップケースつけるのはおすすめ度5ですね。もうなくてはならないと思ってます。続きましてシートですね。シートカバーです。こちら純正のシートにかぶせるだけのメッシュのシートカバーになります。こんな感じで純正のものにかぶせるだけです。こちらも裏でバンドで止まったりしてるんで、途中で外れたりすることはないです。あとこちらつけてる理由としまして、夏に稼働してた時に、純正のシートだとお尻が汗でびちょびちょになっちゃうんですよね。でズボンが、汗でちょっと湿ってしまって見た目が悪いっていうことがあったので、メッシュのシートカバーにしました。こちらにすると走行中に風が通ったりするので、お尻が、湿ってしまうことがないんで、夏稼働にはおすすめです。ただそれを今外してなくて冬でもつけっぱなしになってます。こちらのメッシュシートカバーなんですが、悪いところはちょっと滑りますね。ブレーキなんかかけると結構滑りやすいです。ブレーキなんかかけると体がもう前に滑ってしまう。こういうところがちょっと安全性がよろしくないなと思いました。このメッシュシートカバー、おすすめ度夏場だけは星3つぐらいですかね。お尻が蒸れなくなって涼しいっていうところで3つあるんですけど、冬に関してはもう邪魔なんで外していいと思います。冬はもう星1か01でいいです。星1です。 PCX って人気があって、稼働で使ってる人も多いんですが、個人的には稼働向きかどうかっていうのが正直なところ、何がいいかと言われると分からない怪しいところあります。このやっぱガソリンのタンクのところですかね。これがやっぱり邪魔です。乗り降り多いのにここが結構乗るときも乗り降りするときも結構邪魔なんですよね。これがなければなっていうのはすごくあります。で、バイクの紹介はカスタム箇所は以上になります。続きまして服装なんですが、履きやすいスニーカーですね。でこれワークマンで買った防寒防風ズボンですね。中綿が少し入ってて結構分厚くてボテボテしちゃうんですが、風全然通さないんで、このズボンを履いて冬稼働してますが、寒さを全く感じないぐらいで、暖かいです。防風ズボンを探してるとあまり種類がなかったり、高価なものになったりしてしまうんですが、こちらワークマンで買ったんですが、これ寒さ対策ではすごくいいです。ただ、僕の体型が悪いんですかね、足が開きにくいです。ズボン上げてないと足が開かないんで、 PCX に乗るときとっても大変です。ちょっとしてるとズボンが下がってしまうと足これしか上がらなくなってしまうんでPCX に乗るときほんと大変になってしまいます。こういうデメリットがあります。なのでベルトでもっとしっかりずれないように上げておけば足は上がりやすいです。そこがデメリットですね。もうこちらも安いんでおすすめです。本当冬稼働で足が冷えるところがなくなりました。こちら寒くないのはすごくいいんですが、足が開かなくなってしまうっていうことがあるんで、おすすめ度は4つです。続きまして、上の服なんですが、ブロックテック着て風を通さないようにしてます。表面がキンキンに冷えてしまうんで、中にちょっとセーターっぽいものを着て、このブロックテックがキンキンに冷えたものが素肌には触れないようにしています。あともう一つ大事なところで、外で風を通さなくて中あったかくしなきゃいけないので、中には、実は電熱ベストも着てます。でこちら電熱ベストなんですけど、このようにこちらは、ヒーターパネルが前だったり肩だったり背中だったりにヒーターパネルがたくさんついてるタイプです。こちら本当にずっとつけてると低温やけどするほど熱くなります。なのでちょっと温度は下げ気味で使うようにしてます。でこちら電熱ベストも外が風を通さないようにして中に温めるものをつけると、本当に服の中が結構薄着だと思うんですけどかなりあったかいです。で冬稼働にはあまり分厚いダウンなど重ね着しても、すごく着膨れしてしまうのが嫌だったので、できるだけ薄くても暖かい格好ができることを目標にしてます。なので風を通さないのと中を温めるために電熱ベストです。で電熱ベスト使う時なんですけど、
こちら使う理由としては、普段1万 mAh のバッテリー使ってると3時間ぐらいで電池が切れてしまって、気づくと、なんか寒いなと思って気がついてみるともうバッテリーが切れてしまってるってことがあるんで、ちょっと大きくて重たくて、携帯性は悪いんですが2万 mAh のモバイルバッテリーを使ってます。なのでこちらの電熱ベストも必須の装備でした。毎日使ってます。以上で装備紹介終わろうと思います。ちょっと僕のバイクのハンドル周りっていうのは撮影の都合上であまり大きいもの、本当はスマホなんかが目の前にあったりするととても見やすかったんですけど、そうすると動画の映るものがスマホしか映らなくなってしまうので、スマホはわざと下の位置に2つつけてます。ちょっとそういうような動画を意識したカスタムにはなってるんですが、皆さんのほかいろんなカスタムあったら教えてほしいです。この動画が参考になった、いいねと思ってくれた方、いいねボタン、コメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。チャンネル登録をしていただきますと、今後の動画の励みになって、とてもやる気も出て、たくさん動画も出せるので、よろしくお願いします。チャンネル登録もポチポチってやれば簡単に登録できるんで、お願いします。では、お疲れ様です。